こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、WPL ジャパンのラジコンの動画になります。いよいよですね、ここについてるんですけども、このウィンチ、あとは、2スピードミッション。これですね。これを搭載して、で、それぞれを動かす。このやり方についてですね、説明をさせていただこうと思いまして、ただこれがですね、かなり長くなります。以前ですね、メタルアップグレードパーツセットの組み込み方、組み立て方についての動画を上げさせていただいてるんですけれども、あれみたいな感じですね。今回、一連の動画ですね、その1がこの動画です。で、その5までちょっと、やらなきゃいけないかなという感じになってまして、正直全部やろうと思うと結構大変なんですけれども、最近ですね、この特にウィンチ、このウィンチについて、どういう風に取り付けて、どういう風に制御したらいいですかっていうご質問ですね、結構いただいてまして、もちろん2スピードミッションに関しても同じぐらいお問い合わせ、ご質問はいただいてるんですけれども、すいません、結構ご質問いただくたびにですね、いずれまとめて動画で上げさせていただきますので、もう少々お待ちくださいという風にさせていただいたんですけれども、ようやく動画にさせていただくことができる状態となりました。で、まずですね、その5まで5つやる予定でいるその動画なんですけれども、そのうちのこの動画はその1ということで、まずはじめにっていう感じです。なので、この動画ではですね、ちょっと組み立て方の解説とかっていうのは出てこないんですけれども、ちょっと特に初心者の方向けに、最初に一通り説明はさせていただきたいなっていうのが結構ありまして、まずそれを説明させていただきます。まずですね、プロポと受信機のチャンネル数のお話をさせていただきたいんですけれども、まず、ノーマルの車体のお話をさせていただくと、2チャンネルになってるんですね。でその2チャンネルっていうのはどういうことかっていうと、これがおなじみのノーマルのプロポですけれども、まず1チャンネル目がこのステアリング、右左の制御ですね。これが1チャンネル目。で、もちろんこれとは別のチャンネルで、前後の操作。これが必要になりますよね。これが2チャンネル目っていう考え方になります。で、これ以外の制御は、ノーマルの RTR モデルのこのプロポではできないですよね。これが2チャンネル仕様っていうことになります。で、ここにですね、さらに、例えばこのウィンチを動かしたいよとか、これに今搭載されている2スピードミッションのローギアとハイギアを走行中に手元で、プロポでですね、切り替えたいよってなった時に、またそれがプラスでチャンネルが必要になるっていうことなんですね。で、そこで出てくるのが、うちの方で最近取り扱いを始めたこのターボレーシングっていうところのプロポなんですけれども、これですね。これなんですけど、同じくステアリングは、ちょっとスイッチ入れた方がわかりやすいんで、ちょっとスイッチ入れてやってみますね。まず1チャンネル目が、ステアリング。これは一緒ですね。で、2チャンネル目で、前進、更新。これができますよと。で、今度は、今設定してあるの3チャンネル目なんですけど、この3チャンネル目で、ミッションの切り替えですね。ローとハイ。ちょっとこれ、すいません、わかりづらいかもしれないですけど、この状態でやりますね。はい、じゃあ、例えばですね、前進しながら、こっちが前進ですよね。これで前進しながら、これを押してみます。3チャンネルのシフトチェンジですね。こんな感じでですね、2チャンネルの前進、これを使いながら3チャンネルをポチポチ押すことで、走行中でもミッションのハイとローの切り替えができるという形になります。で、さらに、今回4チャンネル目で使ってるのが、ここなんですけど、ここですね。ここを操作すると、このウィンチですね。これを、めっちゃゆっくりですけどね、ウィンチ。トルク重視なんで、すごいゆっくりなんですけど、ここを操作すると、今伸びてます。で、これを逆に操作すると、今度、短くなっていってますよね。この操作が手元でできると。はい。以上のような感じで、まず1チャンネル目ステアリング、2チャンネル目が
スロットル前後ですね。で、3チャンネル目でシフトチェンジ。4チャンネル目でウィンチの制御。これが今回の WPL のフルアクション化プロジェクトという形になります。で、まずですね、ご注意いただきたいのが、これがスムーズにできる車種っていうのが限定されてまして、で、ここにも置いてあるんですけど、この2車種になります。まず C34 と、もう一つは C54 の1。で、このバンパーをつけてる状態のものになります。これもですね、ここに、ほぼポン付けで同じ形のウィンチですね、を取り付けることが実はできるようになってます。なので、ここについてますよね。これがついていて、これもさっきと同じように動かすことができます。で、もちろんミッションもついてるんで、ローとハイが切り替えられるという形になってます。ですので、D シリーズはもちろんできないんですけれども、同じ C シリーズでも C14、あとは C24、C24 の1。これはですね、2スピードミッションは搭載できるんですけれども、ウィンチがですね、無加工での取り付けはできない。なので、C14、C24 系にウィンチも搭載しようとするとかなり大変になるっていうのがありますのでご注意ください。またちょっとそれは作例としてやってみようとは思ってるんですけれども、一旦ですね、いわゆるポン付けできるっていうのは、この2車種だけに限られるっていうことになりますので、その点はご了承ください。はい。というわけでですね、例えばウィンチを買って取り付けただけでは動かせないですっていうのが、ある意味仕方ない点ですよね。どうしてもチャンネル数がノーマルのプロパだと足りないので、で、じゃあ、その他何が必要になるのって言った時に、このプロポが変わるっていうことは、受信機も変わるんですよ。で、その搭載も結構大変なんですね。ちょっと今開けますけど、このノーマルと比べると、もうなんじゃこりゃっていうぐらい配線が今ぎっしり詰まってるのがわかると思うんですけど、これちょっとライトの配線とかも含まれているので、多く見えるんですけれども、こんな感じでですね、まず、ちょっとここに見えづらいんですけど、受信機がここに入ってます。これは、これになるんですけど、これが受信機なんですけど、プロポをですね、このノーマルのプロポから4チャンネルにしたい。だからこれに変えました。っていう時に、同時にですね、4チャンネルに対応した受信機が必要になると。で、さらになんですけれども、この WPL のラジコンっていうのは、受信機と ESC といって、モーターの制御をするいわゆるスピードコントローラーですね。スピードコントローラーが基板としては一緒にくっついちゃってるんで、パーツ名としても受信機兼 ESC っていうパーツ名になってますよね。あれがですね、一式変わるんですよ。なので、今度は受信機とその ESC が別になるので、この受信機にプラスして、さらに別途 ESC が必要になります。で、その ESC についてはこれなんですけど、これはですね、WPL 専用っていうわけではなくて、汎用の ESC になります。なので、いろんなラジコンにもともと使えるようにっていうので、作られているものなんですけども、で、これ、詳しくはですね、この次の動画、その2の動画でご説明させていただくんですけども、汎用なんで、コネクタをちょっと変更しなきゃいけないんですよ。WPL で使えるように。でそこも、ちょっと大変なところですね。はい。というわけでですね、このウィンチ、シフトチェンジ、これしたいなといったときに、そのパーツを変えるだけじゃなくて、もう、送受信機一式、いわゆるメカですね。メカを交換しなきゃいけないっていうのがありますので、そこも最初に知っておいていただきたい点になります。で、さらになんですけども、これも最初にお伝えしておきたいポイント、知っておいていただきたいポイントになるんですけども、このウィンチを制御するのに、4チャンネルのプロポにしてウィンチをつけたら、じゃあ動かせるのっていうと、そこもですね、さらに必要なパーツがありまして、それがですね、これになるんですけども、何それって感じですね。これは、ちょっと説明難しいんですけれども、本来ですね、この受信機、こっちの方がいいか。この受信機に、例えば一番わかりやすいので言うと、1チャンネルにサーボっていうのをつけますよね。サーボはすごいわかりやすくて、ステアリングを動かすと、タイヤが右左に曲がりますけれども、それはこの奥のところにサーボっていうのがついてて、お手持ちのものを見ていただくとわかると思うんですけれども、これが動いて
こう左右に動かしてると。でこれなんで動いてるかっていうと、この線を見ていただくと、これサーボですよね。このサーボがこの中についてて、こう左右に動かしてるんですけれども、この線3つありますよね。これが、茶色がマイナスの電源。赤がプラスの電源。で、普通モーター動かすのにその2つだけでいいと思うんですけど、もう1本ついてますよね。このサーボで言うと、オレンジ色のやつ。これがですね、信号なんですよ。もともとこういうサーボみたいなものを制御するために、この受信機っていうのが、使用上ですね、作られているので、単純なモーターのオンオフっていうのには向いてないんですね。向いてないというか、そのままではできないんですね。例えばここに今、S、プラス、マイナスって書いてあるんですけども、この、プラスとマイナスっていうところに、モーターのプラスとマイナスだけをつけたとしても、動かないんですよ。で、それをですね、これもう一度見ていただくと、やっぱり線3つついてるんですよ。で、これを最初に、ここに挿すんですね。挿して、例えば今回で言うと、ウィンチは4チャンネル目で動かしてたんで、この4番っていう、4チャンネルっていうところに、これをこう挿して、そうするとですね、電源と信号、これがここまで来るんですよ。で、このモジュール、ここにちょっとちっちゃい基板がついてるんですけども、ここでですね、単純にモーターのプラスとマイナスの電源に変換してくれるんですよ。で、逆転もしてくれるので、この4チャンネル目、これでですね、こう操作したときに、これがあることによって、さっきのようなウィンチのモーターの動きが、制御できるという形になります。なので、これまたもちろん後で詳しくやるんですけれども、最初のお話として知っておいていただきたいのは、ウィンチをつけるだけじゃダメで、その間にこういうモジュールっていうのをかまさないと、ここから先がモーターですね。そのモーターが動かせないという仕組みになってます。はい。というわけでですね、この WPL の RC カー、今回で言うと C34、あとは C54 の1のこのバンパーをつけてる状態のもの。これをですね、ウィンチとシフトチェンジまでできるようにしたいっていった時に、まず4チャンネル化する必要がある。で、その時に、このプロポとこの受信機。これはセットですね。セットで販売してます。で、さらに、それとは別で、この ESC と、さらに別で、このウィンチを制御するためのモジュール。これが必要になると。で、もちろん、そもそもウィンチとミッションは必要になるんですけど、なので結構いろんなものを揃えて、さらにそれをですね、こう組み込まないといけないっていうのがあるので、意外と大変っていうのがありますので、ちょっとそこを、まず把握していただきたいというご説明になります。ただですね、じゃあ結構大変じゃんっていうところはあるんですけれども、このプロポにしていただくことで結構他にもメリットがあるんで、そこも簡単にご紹介させていただいておきたいなと思うんですけれども、その3チャンネル目、4チャンネル目が増える。で、それで制御を楽しめるっていう他にですね、エンドポイントアジャストって言って、このノーマルのプロポにはない機能なんですけれども、これをですね、こう、例えば右に切りました。で、ノーマルだとどうしても組み込んだ時に、こんなに曲がらなくていいのにっていうところまでこう行き過ぎて曲がりすぎちゃったりっていうのもあるんですよね。この右に関しても左に関しても。それをエンドポイントアジャストって言って、右と左それぞれ別で最大の切れ角を調整できます。なので、組み立て終わった時にですね、こう、右と左の切れ角、これをもうちょっと落としたいなとか、上げたいなっていうところの、その調節ができるっていうのと、さらにそれを右と左別々で微調整もできるっていうのがメリットかなと。これやっぱりあるのとないのとで全然違いますので、で、他にもいろいろあるんですけども、もう一つだけこの動画の方でご紹介させていただきたいなっていうのが、モデルのメモリ機能ですね。ここちょっと見ていただくと、これ今 C3402 ってなってますけれども、ちょっと一回こっちスイッチ切りますね。これをですね、こう押していくと、今変わりましたね。C5401 って書いてあるんですけど、これがですね、01からこのプロポの場合ですけど、15まであるんですね。そんなに使わないと思うんですけど、これどういうことかっていうと、この受信機ですね。この受信機だけ別で購入できるので、これを買い足すことによって、
車をこう増やしていけるっていうのがあるんですね。で、例えば、今、2つしかまだ登録してないですけど、こっちを動かすっていう時に、この C54 っていう風に分かるように、僕はこれ設定してあるんですけど、C54 でこっちを操作して遊ぶ。で、じゃあ今度 C34 やろうっていう時に、この C34 ですね。これに、合わせれば、こっちでいろいろ微調整、設定をしてあるものを覚えていてくれているので、すぐに、また改めてですね、微調整とかをしなくても、設定をしなくても、こっちで遊べるっていうような機能になるんですけども、これもめちゃくちゃ便利です。でちなみにこれ、もともと WPL 用っていうわけじゃなくて、汎用のプロポですので、一般的なホビーラジコン、例えばゆるホビ動画の方で登場するタミヤさんのレーシングファイターとか、あとはランチボックス、ああいったものも、これで操作ができます。なので、これ1個持っとくと、結構いろんなラジコンに受信曲を買い足すだけで楽しめるっていうのがあるので、便利ですね。はい。というわけでですね、結構大変なんですけれども、この WPL の RC 化、フルアクション化するっていうことで、なんて言うんでしょう。もう WPL の本気が出せるというかもうフルに楽しめる状態にはなるんじゃないかなと思いますので、ちょっと各パーツですね、どうしても上級者の方向けっていう前提で販売させていただく形にはなってしまっているんですけれども、初心者の方でちょっと自信ないなという方でも、もちろん、挑戦はしていただきたいなと思いますので、ご無理のない範囲でですね、まずは動画の方を見ていただいて、これだったらできそうかなという感じだったら挑戦していただきたいなというふうに思います。はい。では今回ですね、WPL フルアクション化プロジェクトその1ということで、はじめにですね、ウィンチやミッションを動かすにはそもそもどういうことが必要かっていうお話でした。はい。では、その2の動画からはですね、実際に組み立てだったり、設定だったりっていうところの説明をさせていただければと思いますので、よければ引き続きその2から見ていただければと思います。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。